皆さんこんにちは。持田あかりです。今日はベレー帽の編み方をご紹介します。細編みだけで編めるベーシックなベレー帽です。今回はダイソーのウールヤーンを使用しますが、同じぐらいの太さの毛糸なら代用することができます。最後にリボンの飾りをつける方法もご紹介します。できるだけ丁寧に説明していきますので、ぜひ動画を見ながら一緒に作ってみてください。それでは、スタート！まずは仕上がりのサイズです。直径が約 25.5 センチ。被る部分の直径が14センチ程度です。編む人によって仕上がりサイズは変わってきますので、被る部分がちょうどいいサイズにできるようサイズ調整をしたい場合の編み方も合わせてご紹介します。試着をしながら編み進めてみてください。使用した毛糸はダイソーウールヤーン並太です。ウール 100%、一玉あたり 30g、55メートル。使用針の目安は6号です。帽子を編むのに4玉使用しました。必要な道具は、かぎ針、ハサミ、とじ針、メジャーか物差し、マーカーです。かぎ針は6号を使用しました。マーカーは引っ掛けるタイプよりもロックできるタイプのものがおすすめです。マーカーを持っていない場合は、安全ピンやヘアピンで代用することができます。この道具はすべて100円ショップで購入できます。それでは編んでいきます。まず輪の作り目をします。左手の2本指に毛糸を2回巻きつけます。2回巻けたら一度右手に持ち替えて、毛糸玉につながっている毛糸を左手にかけます。輪の部分を左手の親指と中指で挟むようにして持ちます。編み針を持ってきます。輪の中に針を入れて、針に毛糸をかけ引き出します。もう一度針に毛糸をかけ、このループを引き抜きます。これで輪の作り目ができました。今編んだ鎖編みは数にはカウントしません。それでは細編みを6回編みます。輪の中に針を入れ、毛糸をかけて引き出します。もう一度針に毛糸をかけ、この2本のループを引き抜きます。最初の細編みが編めました。最初の目が編めたらマーカーをつけておきます。マーカーがつきました。あと5回細編みを編みます。全部で6回細編みが編めました。編み終わったらこの輪を引き締めます。編み針にかかっている毛糸を引き出して、編み針を外しておきます。初めの糸端を少し引っ張ります。少し引っ張ると、この2本の輪のどちらかが小さくなるので、小さくなった方の糸をもう一度引っ張ります。十分に引っ張ったら、もう一度この糸端を引っ張ります。
これで輪を引き締めることができました。編み針を戻して輪を引き締めておきます。これで1段目が編めました。2段目を編みます。2段目はすべての目に増し目です。増し目というのは1つの目に2回細編みを編んで目を増やすことです。今回は立ち上がりの目を編まない編み方で編み進めておきますので、段の始めの1目目を編んだら必ずマーカーをつけておくようにしてください。マーカーをつけないまま編んでいくと、どこが段と段の境目かがわからなくなってしまって目がわからなくなってしまいます。それでは2段目を編んでいきます。マーカーがついていた目に細編みを2回編みます。最初の細編みが編めたら、ここにマーカーを移動しておきます。すべての目に増し目をするので、次の目にも2回細編みを編みます。2段目が編み終わりました。目の数が全部で12になっているはずです。3段目を編みます。3段目は細編み増し目を6回繰り返します。最初の目を編んだらマーカーをつけておきます。隣の目に細編みを2回編みます。この後は細編み1回増し目を繰り返して最後まで編みます。3段目を編み終わりました。4段目を編みます。4段目は細編み1回増し目1回を編んだ後、細編み2回増し目1回を5回繰り返します。最後に1回細編みを編みます。4段目を編み終わりました。5段目を編みます。5段目は細編み3回増し目1回を6回繰り返します。5段目が編み終わりました。同じ要領で26段まで円を編んでいきます。6段目からの編み方は次の画面でご紹介します。
1玉目の毛糸を編み終わったので、毛糸のつなぎ方を紹介します。新しい糸をつなぐときは、細編みの途中まで編んだところで新しい糸をつなぎます。編み地に針を刺して毛糸をかけて引き出します。この編み針に2本毛糸がかかった状態で新しい毛糸をつなぎます。新しい毛糸と編み地を挟むようにして持って針に糸をかけ引き抜きます。後ろに2本糸端が出た状態になります。この先の目を編んでいくときに2本の糸端を編みくるんでいくと糸端の処理をしなくて済むので楽だと思います。やり方は編み地に針を刺したときに編み針の上にこの糸端を乗せておきます。この状態で普通に細編みを編みます。5センチぐらい編みくるんだら余った毛糸はカットしてください。26段目まで編み終わりました。直径がだいたい25センチから26センチぐらいになりました。27段目を編みます。27段目から29段目までは目の数を変えずすべての目に細編みをしていきます。29段目を編み終わりました。このように編み地が少し丸まっていると思います。編んでいる時、自分の方に向いている面が外側になる面です。ですので、この丸まっている方向に編み進めていくと、裏と表が反対になってしまいます。今丸まっている方とは反対向きに編み地が向いていくように意識しながらこの先を編み進めてください。30段目を編みます。30段目から減らし目をしていきます。30段目は細編み12回、減らし目1回を編んだ後、細編み24回、減らし目1回を5回繰り返します。最後に細編みを12回編みます。それでは編んでいきます。細編みを12回編んだので、次に減らし目をします。減らし目の編み方は、まず編み地に針を刺して毛糸を引き出します。このまま隣の目にもう一度針を刺し毛糸を引き出します。編み針に3本毛糸がかかっている状態になりました。針に毛糸をかけ
この3本を一気に引き抜きます。これで2つの目が1つになって減らし目を編むことができました。31段目を編みます。31段目は細編み23回、減らし目1回を6回繰り返します。32段目を編みます。32段目は細編み11回、減らし目1回を編んだ後、細編み22回、減らし目1回を5回繰り返します。最後に細編み11回を編みます。41段目を編み終わりました。真ん中の部分の穴がだいたい直径14センチになりました。半分に潰した長さがだいたい25センチか26センチぐらいなので、かぶる部分の大きさは50センチ前後になりました。真ん中の穴のサイズは編む人の力加減によって異なってくると思うので、この段階で試着をしてみてください。もしまだ大きいようでしたら、ここからもう少し減らし目を続けていってください。さらにこの先も減らし目を編んでいきたい人のために、この先の編み方を画面に出しておきます。穴の部分がちょうどいい大きさになったら、そこからかぶり口の部分を編んでいきます。42段目を編みます。すべての目に細編みを編んでいきます。44段目まで編み終わりました。編み終わったら、編み針にかかっている毛糸を引き出して10センチぐらい長さが残るようにしてハサミでカットします。最後にこの糸を始末します。とじ針に毛糸を通します。とじ針に糸を通したら、まずはこのマーカーをつけてある目のところに針を刺します。今回は分かりやすいようにマーカーをつけたまま作業しますが、マーカーは取っていただいて構いません。細編みを編む時のように横から針を入れます。次に一番最後の細編みのこの糸が出ている部分に針を刺します。V 字の真ん中のところを上から針を刺すような感じです。このように針を入れると上の部分が V 字でつながってきれいに閉じることができます。
余った毛糸はこの裏側の部分の目立たないところに入れてください。残った毛糸はハサミでカットしてください。これで最後の糸を始末することができました。他にも出ている毛糸は同じようにとじ針に毛糸を通して目立たないところに入れ込んでください。編み終わったらスチームを当てると目が整って綺麗になります。アイロンが直接触れないように数センチ離してスチームを当ててください。スチームを当てたら形を整えてください。リボンの結び方を紹介します。まずは左手の小指でリボンの端を押さえます。親指と人差し指のところにリボンをかけ、三角形になるように持ちます。今度はこのリボンを下から人差し指と親指の間のところへ持っていきます。そして左下に下ろします。次にまた下からこの人差し指にかけてあるリボンの真ん中に通します。最後にこの真ん中の輪の部分にリボンを通します。これでリボン結びができました。このまま帽子に縫い付けてもいいですし、安全ピンを使ってつける場合は裏側に安全ピンの針ではない方を通すと安全ピンで帽子につけられるようになります。これで好きな場所につけてください。リボンの付け方を説明します。お好きなリボンをカットしておいてください。リボンをつけたい場所にかぎ針を刺します。目と目の間に入れて、すぐ近くからこのように針を出します。針が通ったらリボンをかぎ針にかけて引き出します。これでリボンが編み地を通りました。あとはここで結ぶだけです。このようにお好きな場所にリボンをつけてみてください。
お疲れ様でした。ベーシックなベレー帽なので、飾りをつけて楽しんだり、お好きな色の毛糸で編んでみてください。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからも編み物に関する動画をたくさんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。またねー。